おはようございます。めぐりかみ太一です。今日はブーダンノワールを使ってノルマンディー風のブーダンノワールを作ります。今回は市販のブーダンノワールを使いましたけども、また機会があればブーダンノワール自分で作って動画を上げたいと思います。それでは始めましょう。まず最初にブドウの処理からしていきます。今回マスカットを使っています。今回マスカットを使った理由は、もし赤いブドウだと皮から赤い色が出て、最終的にリンゴと合わすので色的にあまり綺麗ではないので、今回マスカットを選びました。よく洗ってからこのように皮付きのまま輪切りにしていきます。もちろん種は取り除きます。切り終わったらカードを使ってお皿に移し替えます。次に今回のメインでもあるリンゴをエプルシェしていきます。皮を剥きます。フランス料理基本的に料理名に地方名、今回のノルマンディーとつくと、その地方で取れる食材を主に使っています。なので今回ノルマンディー風ということなので、リンゴがガルニチュールのメインになります。最初にエコノムで上と下をきれいに落としています。その後半分に切って種の部分をくり抜いて、あとは1個を8等分していきます。もちろんリンゴのサイズによっては違いますけども、今回は結構小さめのリンゴだったので、そのまま1個を8等分します。フライパンに火をつけて温めながらバターを溶かしていきます。この時焦げないように全体的に回しながら、ムース状のところに先ほど切ったリンゴを置いていきます。少し火が入ってきたら塩コショウをして、このまま片面をきれいに焼いていきます。片面色がついてきたのでひっくり返します。両面きっちり色がついたので、最後に先ほど切ったぶどうを入れて全体的によくなじませていきます。この時もちろんぶどうにも火が入るように、バターが全体になじむようによく混ぜてやります。ここで本来ならばカルバドスを入れたらいいのですが、うちにはなかったのでコニャックを入れてフランベします。フランベといっても火はつけずにアルコール分を飛ばすだけで全体的によくなじむように混ぜて、これでガレンチュールの完成です。こちらが市販のブータンノワール、黒いブータンになります。中に入っているものは豚の腸の中に豚の血、あとゴルジュですね、トントロの部分、あとスパイス、背脂、あとパセリ、玉ねぎなどが入っています。このブーダンノワールですけども、また作って動画をアップしたいのですが、結構豚の血などが入ってますので、結構手間がかかって大仕事になります。なので機会があればまた皆さんに紹介したいと思います。温めたフライパンにバターを入れてムース状になったらブーダンを置きます。この時あまり熱すぎるとはぜてしまいますので、ほんのり温める程度、もちろんこれ先に火が入ってますので中まで熱くなればそれで OK です。なのでこのままオーブンに入れてゆっくり温めます。10分後、このように軽く火が入って腸の部分がだいぶ縮んできています。このままひっくり返してもう一度160度のオーブンに5分ほど入れます。5分経ったので
中が熱いかどうかチェックします。この時ペティですね、小さい包丁で刺して中が温かくなっているか確認してください。それではドレッセしていきます。シンプルに温かいお皿の上にムーダンノアを置いて、あとはガルニチュールを置くだけです。今回はリンゴとブドウのガレンチュールにしましたけども、よくビストロなどで提供される時はじゃがいものピューレの横に今回のリンゴのソテーなどがついたりします。この料理にソースはないですけども、ブーダンがしっかり味がついていてリンゴの甘みとよくマッチして非常に美味しいです。横にあえてつけるとすればムータルトディジョンマスタードをつけて一緒に食べたら非常に美味しいと思います。最後に上から粗挽きの黒胡椒を振ってブーダンノワール・アラ・ノルマンドの完成になります。それではお疲れ様でした。ボナペティ。